はい、皆さんこんにちは。今回は単管パイプを使ってマフラーを作っていきます。それではやっていきましょう。まず最初に溶接するので、ショートや火災防止にバッテリーを外します。この車は荷室下にバッテリーがあるので、カバーを外します。外す順番は基本マイナスから外します。つけるときはプラスからです。逆の手順ですね。今ついているマフラーを外します。ゴムブッシュは3箇所あります。1箇所移し忘れていましたが、太鼓の前方上のところにあります。触媒と連結しているフランジはボルト2本で止まっています。リアの O2 センサーはこちら。O2 センサーのカプラーは爪を押し上げて外します。14mm のメガネレンチを使います。ボルトは 14mm のメガネレンチで緩めたら、ソケットレンチに選手交代です。ゴムブッシュを外しやすくするために潤滑油を吹きかけておきます。今持ってきたマフラーは17系の純正マフラーで、アップガレージでジャンク品で購入しました。出口の部分を流用して既存のマフラーに加工して取り付けています。砲弾はマフラーカッターです。せっかくなので太鼓の中を開いて構造を見てみます。排ガスで真っ黒になっていて見にくいのですが、リアクティブ構造になっていました。今回必要な部分はフランジだけです。毛がいたらカットしていきます。ノギスで測ると38パイです。ですので、単管パイプも38パイを使います。一応バリ取りもしておきます。フランジだけを取り付けます。
単管パイプを大体の位置で決めたら角度を合わせ刃切りにします。溶接機はスズキットのホームワークナビプラスです。100V 専用ですね。革手袋、面、溶接棒はスターロードの B1 の 1.6 倍と 2.0 を使い分けています。単管を固定しておきます。溶接していきます。光量注意してご覧ください。フランジ部分からつけていくのですが、狭いのでやりにくいですね。次に、たるき止めクランプの自材を用意します。これは建築用の金具です。クランプと金具を溶接して接合します。長すぎるのでカットします。ボディにくっつけます。サイドに出すパイプを作ります。仮止め状態ですので本溶接していきます。穴が開いてしまったので、ビスの頭を穴に埋めて溶かして塞ぎます。この溶接機は調節がないので扱いづらいです。コンパクトで持ち運びにはいいのですが、慣れないと難しいです。ちょこちょこっと使用するくらいなら便利なんですけどね。角度を合わせて切ったりくっつけたりの繰り返しの作業になります。刃切りにして角度を合わせるのが難しいですね。2本目使用します。2メートルものを半分に切って
1メートルを2本にします。サイドの角度を調整するため、刃切りに切ってます。また仮止めをします。一本出しだと寂しいので、ダミーでもう一本くっつけます。分岐の部分はダミーなので作らなくてもいいのですが、一応見てくれのために作ります。完成したので取り付けます。今回は遊びで作ったマフラーなので、交通センサーの加工はしません。センサーを外したままなので、排気のチェックランプはつきます。もちろんドアも開きません。ここまでです。昔懐かしの千原木仕様ですね。下品ですね。音聞いてみたくないですか？はい、ということで、こちらの騒音測定器で音量を測ってみたいと思います。それでは純正マフラーからご覧ください。音量測定するときは50センチ離して45度で測るそうです。この測定器は安物なので正確かどうかはわかりません。
はい、ちゃんとチェックランプついてますね。最後までご視聴ありがとうございました。